皆さんこんにちは。かっチャンネルです。どうもどうも。ちょっとね、場所なんで声が響いているんですが、今日の動画、コンセントの増設作業をやっていきたいと思います。ここのですね、壁際に、60センチぐらいの、勉強をしたりとかですね、パソコン、プリンターを置いたりする机をですね、向こうまで4メートルぐらいのものを作ろうかと思っております。で、ここにテーブルを設置する関係でですね、どうしてもテーブルの上っていうのは、照明とかですね、パソコンの電源、そういうものでですね、コンセントどうしても必要になってきます。上にマーキングしているんですが、ちょっと見にくいですけど、ここまでですね、このルートの、横算とかが入ってないかですね、一応確かめたいと思います。やり方は超簡単。何か棒とかですね、電線を突っ込んで上まで行けば OK ということです。はい。なので、こういう感じで、今から入れる電線なんですけど、これをですね、下のコンセントの穴から上に上げていきます。はい。なんで、はい。天板までそのまま長さいったんで、この間何も横算ないんで、そのまま電線が通るっていう形ですね。あともう一点、コンセントってコンセントボックスっていうのが中に入ってるんですけど、この今中に黒いのが見えてるかわかんないんですけど、こういうやつが入っています。これに対してですね、コンセントを固定するっていう形になっております。でですね、これが柱がこうあったら、柱に対して横に縫い付けをしてビスで止まっております。で、柱がですね、ここかこっちかどちらかに入っていますんで、それをですね、ビスが打っている方が、柱があります。この場合はですね、右側を固定してますんで、右側に柱があると、いうことが分かりますんで、ここをですね、右の方に、ちょっと見えないな。カメラをちょっとすいません、ありますね。ここの墨が出てるんですけど、ここを切り分けをしていきます。まずですね、高さはいいんですけど、この柱の位置がはっきり分かんないんで、真ん中の方から切り分けてですね、右の方に進んでいきます。こういったですね、これ引き回しっていうノコなんですけど、ホームセンターとかに1000円弱ぐらいで売ってあるノコなんですけど、先端が細くてですね、ボードが切りやすいっていう感じです。これをですね、この墨に合わせて、後ろの柄の部分をですね、こう手でつきます。で、こう刃が曲がってしまいますんで、この辺を手で支えてやりながらこう叩くとですね、はい、今もう入りました。はい。で、この状態で、引いていくんですが、ゴミが落ちてしまいますんで、こういったちり取りをこう当ててですね、ゴミが落ちないように、それからですね、このコンセント、下のコンセントとかの線が、こう通ってますんで、それを傷つけないようにですね、だいたい、引いてる時にですね、物が当たったら感覚で分かると思いますんで、そこを注意しながらまず右の方に進んでいきます。今ですね、右に切り分けをしていったんですが、仮に上げてみました。この場合ですね、下の柱とですね、上が、途中で継いでいるのがですね、ちょっと段差がつくっていうか、縦のラインがちょっと違います。これをですね、
今ですね、柱に当たりました。ここをですね、端っこにこういう感じになりますね。こういうことがあるので、まず柱側から切り分けをしていって、ここのですね、切り分けのラインが変わってきますんで、ここ50ですね。はい、こちらがですね、ここで切ってしまうともう失敗になってしまいますね。なのでここが正解です。はい、でここをですね、横に切り分けたらですね、カッターナイフとかこういうナイフでですね、傷をこう入れていきます。ありがとう。よいしょ。でこれを押すとですね、ボードがこんな風に割れますんで、ここをまた裏の紙をですね、カッターナイフで切っていきます。こんな感じでですね、切り分けができました。ここにですね、このコンセントボックスを頑張って入れてですね、向きをこう変えてこうつけていきますね。はい、ではこのコンセントを設置をしていきます。パナソニックのワイド型ですね。はい、まずは分解をしていきます。はい、化粧パネルとですね、カバーを外していきます。はい、これがコンセントのみですね。はい、まずはですね、線を10センチ、外装のですね、被覆を浮いていきます。新線を出していくんですが、この裏を見るとですね、ストリップゲージってあって、ここにもう12ミリって書いてあります。これに合わせて向いていくだけですね。12ミリ測って、はい、キュッと。これがですね、このストリップゲージにちょうど合うようになってます。これがですね、ホワイトの W なんで、白線をこちら側に、はい、で黒を反対側に、はい、だいたいまっすぐつくようにですね、壁からだいたいの長さをですね、測ります。はい、こんな感じにですね、長さを測ってつけるときれいにまっすぐ取り付けができます。最初の出した墨ですね、間違ってたとこは先に消しておきます。はい、で、コンセントですね、上のコンセントは完成です。じゃあ下側のですね、血栓をしていきます。これもともとあったコンセントですね。事前にですね、ブレーカーを切ってですね、電気が来ていないことを
テスターで確認をします。これですね、テスターで確認をします。先ほど入れたですね、上側のこの線、これは、上に上る線ですね。これをですね、コンセントの芯から、10センチで切りましょう。バチンと。はい。じゃあ10センチぐらい向いていきます。はい。で、さっきと同じですね、芯線を12ミリ。はい。12ミリ向きましたんで、この裏側ですね。裏側のですね、送り側の空いている方に、また白と黒 W ついてますんで、これをですね、差し込みをしていきます。はい。はい。こうですね。はい。で、あとは、これをですね、うまいことコンセントボックスの中にですね、入れ込んでいきます。よいしょ。このネジで締め込みをしていきましょう。これも壁からですね、離れを測っておきます。はい、というわけでですね、下に1個だったコンセントが、上にも今増えました。でですね、パソコンとかいろいろスタンドライトとか使うかもわかんないんで、3口に増やしております。もともとですね2口だったものを、プラス3つ、にしております。で机の高さがですねだいたい70センチぐらいにしてますんで、この今コンセントの芯を80センチにしております。つまりですねこのくらいで、机の天板が来ると、はい、このくらいに来ます。そうするとですねちょうど使いやすいんじゃないかなと思って、10センチ上がりと、芯を10センチ上がりにしております。はい。じゃあここで動画は終わりたいと思いますが、私はこちら側を引き続き行っていきます。はい、このようにですね完成しました。きれいに完成しました。テスターで電圧当たってもですね、はい、ちゃんと電気が来ている状態です。というわけで、今回ですね、かっチャンネル電気工事の動画を、作ってみたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。これはですね、電気工事士の資格がいる作業になります。皆さんもですね、今から家を建てるとかリフォームする方はですね、一つ電気工事士っていう資格を取ってみるのも一つの手ではないかなと思います。後々ですねこういう作業とか自分でできるようになります。これがですねコンセント今2つつけたんですけど、もし電気屋さん呼んだ場合はですね、確実に1万円以上は取られる作業だと思います。もっと多分取られると思います。そういう作業をですね後々自分で、自分の好きなようにですねできるっていうのも、いいことかなと思います。はい、というわけで8チャンネル、はい、今回8チャンネルですね電気工事士の動画お届けしました。ではバイバイ。